モーラです。今回は初心者から中級者の方に向けたクラス別マルチで使える車ベスト3をお届けします。以前大型アップデートで新車を紹介した際に見た目だけで判断しすぎちゃうかっていう指摘を受けたので、今回はあくまで性能や使いやすさ、レンジのしやすさなどを元に判断していきます。自分が持っていない車を性能値や評判だけで評価することはできませんので、車を俺が所有している中から選んでいきます。また、マルチの仕様によってはその車自体が使えなくなっていたり、弱体化する可能性はあるのと、使いやすさはあくまで個人の判断となりますので、その点はあらかじめご了承ください。特に初心者の方は車が少なくてもマルチで勝つのは至難の技だと思うんですけど、この動画を見てもらうことでマルチでどの車を使ったら勝ちやすいかわかると思うので、今回もぜひ最後までご覧ください。はい、ということでやっていくんですけど、基準はマルチで使いやすいってことで、ここまで俺からしても使いやすいっていう感じなんですけど、シーズンによって使える車全然違うんで、シーズンによってはこの車全然マルチ来へんやないかっていうことがあるとは思うんですけど、そこら辺はご了承ください。ということで D クラスからやっていくんですけど、D クラスの際のフライです。D クラスなんでランクが、ね、低いんですけど、D クラスの割には最高速が高いので、マルチでヒマラヤとか最高速いるコース来たら待ちやすいんじゃないかなとは思います。最高速高いんやったらグリフィスの方がいいんじゃないかっていう人もいるとは思うんですけど、グリフィスは最高速はフライよりだいぶ高いんですけど、それ以外の性能がゴミなんで、初心者さんとかは全然使えないかなと思います。それですら使えない。フライはニトロがグリフィスと比べたらあるっていうのが一番加速もいいかなと思います。次2位がですね、エリーゼなんですけども、エリーゼはめちゃくちゃ曲がってくれるっていうのと、D クラスにしては加速82ということで、1勢の人たちは加速が遅いんで、マルチとかでは加速速いと勝ちやすいんじゃないかなっていう。なんで俺はカンストします。それ以外の性能、最高速はちょっと低いんですけど、この加速ハンドリングニトロが使いやすいんで、一番いいと思います。一番じゃないんだけど、なんていうかな、作越えの動画で言った通り、前輪がめちゃくちゃ浮いてくれるんで、コーナリングの速度とかもすごい速いかなって思います。クラスの1位ですね、DS で、これはめちゃくちゃ強いんですけど、理由としてはね、ニトロが数値以上にめちゃくちゃあるので、数値で言ったらエリーゼの方がニトロ高いんですけど、エリーゼよりニトロ燃費があるので、絶対的に数値がおかしいんじゃないかなっていう風に俺は思ってます。加速がエリーゼに劣ってるんですけど、インポートパーツがないんで、初心者の方でもカンストしやすいっていうのがね、めちゃくちゃメリットかなって思います。なんでこの車が1位です。次 C クラスなんですけど、C クラスの3位がフォーミュラ E です。これも作越えの動画でめちゃめちゃ前輪が浮くんで、作越えとかめっちゃしやすいかなって思います。初心者さんは多分まだ持ってないとは思うんですけど、俺からしてなんで、そこら辺ご了承いただけるとありがたいです。理由としては前輪が浮くっていうのもあるんですけど、C クラスやのにありえんぐらい強いんですよ。性能のバランスがすごいいいっていうのが感じてます。ただちょっと最高速低いのかな。これで星3状態やからね、最高速は結構低いです。入手が難しいっていうので3位になってます。次2位がサルテです。これも最高速が高いっていうので2位にランクインしてるんですけど、これは時々カーハントとか来てるんで、初心者さんでもカーハン頑張ればいけるんじゃないかなって思います。それが言うことではないんですけど、これも最高速が高くて、それ以外の性能は C クラスにしては結構あれなんですけど、ハンドリングは結構あるかな。最高速が高いんでね、マルチで C クラス同士で当たった時にヒマラヤとかだと抜けるかなって思います。次 C クラスの1位がクサリアです。クサリアの理由は同じなんですけど、サルテに最高速以外の性能もしっかり買ってるんで、ここがメリットかなって思います。俺としてもすぐ星マックスになったんで、多分だけど設計図枚数少ないんじゃないかなって思います。次 B クラスの3位がグラスポなんですけど、これは見てもらったら分かる通り、ハンドリングとニトロの数値がぐらい高いということで、3位なんですけども、加速と最高速が低いので、ヒマラヤとか来ちゃうとちょっと負けるかなっていう感じなんですけど、一番の強みのハンドリングがめちゃくちゃ高いので、それのおかげでコーナーの処理の速度とかめちゃくちゃ速いなって思います。次 B クラスの2位がフェラーリのイベントで一気に星4になってくれたカレラ GT なんですけど、まだちょっと金なくてアップグレできてないです。加速は低いんですけど、それ以外の性能が結構神ってて、多分なんですけど、3位 R1 ぐらいはニトロの数値いくんじゃないかなって思います。加速も星マックスになったらどれぐらいいくかわかんないんですけど、71とだいぶ低いんで、これがいいですね。マルチで言うたら、コーナリングがいるブエノスアイレスとかが多分強いんじゃないかなと思います。あんまマルチで乗ってないんでわかんないです。無料でお試しでカンスト今来てて、それで乗った時にすごく強いなって感じたんで、急遽2位に入れました。次、1位が裏カンなんですけど、これ俺重大なミスをしてしまって、星マックス持っていけてない1台ではあるんですけど、1位の理由は皆さん分かってると思うんですけども、最高速がちょっと低いかな。でもそれ以外もすごいね、性能神ってるんで、めちゃくちゃ強いかなと思います。プラチナの1位リーグに今俺いるんですけど、マッチしたら1台は裏カンおるんで、多分だいぶ強いんじゃないかなと思います。でも俺、星4っていうので、なんとなく強いんでしょうけど、気持ち的に伝う気にならへんからあんま伝わんけど、周りの人がめっちゃエグぐらい対応して乗ってるんで、絶対強いなっていうことで1位に入れました。カンストで乗った時に。これ乗っててめっちゃ強いなって感じたし、早く完走した1台です。次、A クラス行くわけなんですけど、A クラスの3位がアペルタです。アペルタは彼らと同じでフェラーリのイベントでアンロックしたわけなんですけど、ラフェラーリとは、ね、性能が全く違くて、ハンドリングが、ね、全然ラフェラーリと違うんじゃないかなと思います。ハンドリングが高いので A クラスで3位に入れました。ただちょっとフェラーリのイベントやってない人は入手が難しいかなって思うんで、この動画出る頃にはそのイベント終わってると思うんですけど、この俺でも頑張ってイベントやったんで、この人もやってるんじゃないかなって思います。めっちゃ強いです。なんて言ったって伝説のラミさんが愛用してた車なんで、それだけで強いなって感じました。A クラスの2位がこちらオニキスですね。これも兼ねなくて強化はできてないんですけど、大体全部の数値
ち噛みってて、ちょっとニトロがないかなっていう感じなんですけど、2位の理由はスターウェイなんでニュースのしやすさっていうのが一番魅力あるかなと思ってて、それ以外の数値も S クラスぐらい高いなって思うんですよ、この加速とハンドリングが。なんで初心者さんでも入手しやすいし、スターウェイに要求される車が何やって覚えてないんですけど、スターウェイに要求される車さえ持ってればめちゃくちゃ簡単に入手できるんで、これいいかなと思います。1位は当たり前なんですけど、918なんですよ。理由なんですけど、神だからです。嘘です。これ的に、マルチでめちゃくちゃ強くて、918でレジェンドを2回行ってて、記念写真があるんで、一応それ見せますか。これですね。どうよ。プラチナ1で戦えるよ、918。どうよ。レジェンド行った瞬間やからな、これ。ユナイトで初めて。AQ の時で初めて、ユナイトで初めてね、レジェンドに連れてった車が、はい、918です。見た目もめちゃくちゃかっこいいですよね。性能も神ってますし。って言うとね、だいたいコメントでハンドリング雑魚やないかって言ってくるやつを受けて黙っとけ。それ以外強いね。ということで、とりあえず神が1位です。神って書いて918って読みます。これがほぼ持ってないんですけど、S クラス行きたいと思います。3位、しょうがなく来館ですよ。しょうがなく入れてあります。来館は、毎週金曜日に来てる S クラスのイベントで入手しやすいっていうのと、高速車っていうのがあって、早いんじゃない知らんけど。ハンドリングに補正がついてて数値以上にめちゃくちゃ曲がるので、初心者さんで最初乗った時ちょっとびっくりするんじゃないかなっていうぐらい曲がります。ニトロないし。これからしたらニトロないんでめっちゃゴミですね。でも車がないから3位に入れるしかない。しょうがない。ってことで2位がノワールです。ノワールはスイッチ限定でブラックフライデーで来た車なわけなんですけれども、これ2位の理由がスイッチ勢以外入手難しかったっていうことで2位にしたわけなんですけど、これは来館よりだいぶ神です。ニトロは来館より数値上ないんですけど、前輪がめちゃくちゃ浮いてくれるんですぐニトロ溜まるなっていうこれ的に感じます。前輪が浮くんで走っててめちゃくちゃ気持ちいいっていうのはあります。正直マルチでレジェンド行かないと乗れない車ではあるんですけども、レジェンド行ける強い人がいればスイッチ勢の方だったら結構使えるんじゃないかなって思います。でも他の車おったらもちろん勝てんけど、星2やから。星下の人とかもおるから。ガチ勢は星4とかもうフグさんとかやったら星マックス行ってたからな。ってことで、1位が、はい、こちらスピテです。これ正直全然育ててなくて申し訳ないんですけど、ちょっとね、スターウェイ来るとき大体体調崩してまして2回ぐらいサボってますね、スターウェイ。なんでだスピテのスターウェイ来てるとき大体体調悪いね、俺。ほんで体調回復してからもさ、スターウェイ長いね。長いのになんかやる気わかへん。間に合うかどうかわからんから。インフルなったりとかさ、なんか頭痛でさ、こいつのスターウェイ来ると俺大体体調悪い。マジで。1の理由なんですけど、そのスターウェイで入手しやすいっていうのと、ニトロ燃費めっちゃいいよ。だからです。ニトロ燃費いいから、ニトロ高い車じゃないと高速車乗れへんわっていう人でも、俺みたいな人でも全然簡単に乗れる車だと思うんで、1位にしました。ってことで、全部のクラスで車紹介したんですけども、その中で1位がもちろん918ですね。今回は初心者から中級者の方に向けたクラス別マルチで使える車ベスト3をお届けしました。まとめると D クラスの3位がフーライ、2位がエリーゼ、1位が DS、C クラスの3位がフォーミュラ E、2位がサルテ、1位がフタリア、B クラスの3位がグラスコ、2位がカレラ GT、1位がウラカン、A クラスの3位がペルタ、2位がオニキス、1位がカミということで、S クラス3位がアイカン、2位がノワール、1位がスピードテールという結果でした。中には初心者の方が持っていない車や数値で限定イベントで獲得した車も含まれてたんですけど、なるべく初心者や中級者の方が入手しやすくて使いやすい車を選んだつもりです。マルチでどの車を使っていいかわからないよって方は今回紹介した車を使ってもらったら勝ちやすいんじゃないかなと思うので、この動画が役に立ったよって方はグッドやチャンネル登録、チャンネルメンバーになって応援してもらえるとほんまに嬉しいです。今回は NG ワードを言わずに1位を取るまで終われませんをお届けする予定です。NG ワードは以前ランダム会 MP2 でやったように完全ランダムで選ぶんですけど、これは NG ワードが何かわからないまま走るので、仮に1位でも NG ワードを言った時点で即リタイアとなります。絶対面白いと思うので、次回の動画を見逃さないようにチャンネル登録と設定してお待ちください。そんじゃ、バイバイ。